もやもや探検。こんにちは、ルンです。今日はもやもやに隠れている才能についてお話ししたいと思います。なんでこの才能について話しておきたいかというと、もやもやが来た時に、ここに隠れているのは才能だっていうのにもし気づかないと、本当にそこには才能があって好きなことなのに、もうもやもやするし、きっと才能ないんやわって諦めちゃうっていうのは、人生を楽しく生きていく上で、そこに才能が隠れているんだって分かれば、そこを、乗り越えられるし、宝も見つけられて、どんどん人生を才能を生かして生きていくと、さらにさらに楽だし、他の人も喜んでくれるし、しかも楽しいしっていう、そこを経験するためには、才能に対するモヤモヤに宝を見つけると、そこがすごく進みやすくなると思うので、ぜひ知ってもらいたいなと思って、今からシェアします。はい。何かに対してモヤモヤした時、必ずそこには宝は隠れているんですけど、それが才能なんやなってどういうふうに気づくのかなんですけど、例えば誰かに対してなんかモヤモヤする。あの人見てたらなんかモヤモヤする。なんやろうって。で、そのまま置いとくとただのモヤモヤなんですけど、そこには宝が絶対隠れているはずなんで、私はあの人に対してこんなに感情が動くんやろ。一見マイナスっぽい感情が動くんやろって思った時に、よく見てみるんですね、そのモヤモヤを。自分の本当の心の声は何なのかなって。そうすると、そこに自分の欲が隠されてます。欲。望みね。例えば、実際の私の話でいくと、一時期すごい、心谷仁之助さんにすごい、なんかモヤモヤした時があったんですね。仁さん大好きなのになんでこんなにモヤモヤするんだろうって。私の中のこのモヤモヤに隠れてる宝は何なのかなって思った時に、いろいろ自分のモヤモヤを分析していったら、いろんな宝が見つかりました。一つは、仁さんは、とっても有名な方なので、その仁さんのセミナー行ったり、ビートレ行ったりね、講演会とか行って、みんなが、こう、どんどんこう、一見マイナスっぽい感情もこう宝に変えてわーってこうどんどんこうなんていうかな自分らしく生きてってるのを見てて羨ましいなって思ったんですね。そういう、影響力のある人の人生にこう関われる数がすんごいのでそういうのをいいなって思ってるんだなってそれは私にとっての、欲ですよね。心の声なんですね。だからそういうことを私は望んでてそれをやりたいイコール才能なんだなって思いました。あと、もう一つ見つけたのが、仁さんは、仁さん用語があるんですね、いろいろ。こう前者後者とか頑張り今日とかいろいろあるんですね。でそれがすごく分かりやすいんですよ。でもう本当にその一つの言葉を聞いていろんなことが連想できるし、ジンさんを好きな人はそれがもう共通項みたいになっててその同じ言葉を繰り返すことによってすごくこう負に落ちやすいというか使いやすいんですね。だからそれがいいなって思ってんだなって気づいたんで私もそっか私もそれをだからここがポイントなんですけど望みを今知りましたよね。こういう感じで。そっか、私は仁さんみたいに、こう自分用語みたいなの作りたいんだって思ったんですね。で、その心の声が聞こえたら、それを行動で叶える。心と行動を一致させる。なので、じゃあ私って、じゃあいつも使ってる言葉って何なんだろうって、で、まずは今あるを見たんですね。そして、心と行動を一致させるとミラクルが起こるんだなとか、もやもやは心配性のおかんみたいな。そういう、あの、たくさん自分のもうこうオリジナルワードみたいなのがたくさん見つかったんですね。
で、そっか、これもすでにあったんだ。じゃあ、これを意識してもっともっと出していこう。みんながモヤモヤ探検するときに、そうそう、心と行動を一致させればいいんだなとか、そういう感じで、実践しやすくなると思うんですね。同じ言葉をたくさん、私自身が発信してると。なので、そこを意識して、出すようにした。で、もうだからもう今、仁さんに対して何にもモヤモヤしないです。だから、そのモヤモヤした時に本当に先にね感情が出るからすっごい便利なんですよね。だから感情が出た時に一見マイナスっぽいモヤモヤが来た時に本当は何を望んでんだろうって、そしたらそこに才能が隠れているってことです。で、あとよくクライアントさんにあるのが表現するっていうことに対してのモヤモヤですね。例えばブログを書きたい、こういうこと伝えたい、例えば伝えたいことがきっとあるだろうけど分かんないとか、そこにすごいモヤモヤする人がすごい多いんですね。それってでも才能なんです。もっと伝えたいことがきっとあるはずとか、伝えたいことをもっと分かりやすく伝えたいっていうその表現をすることに対しての才能なんですね。それが全然興味のないこととか自分の才能とは全然関係ないことだとそういう感情さえも出てこないと思うので、それは宝なので、ぜひもやもやしたら私はもっと分かりやすく伝えたいと思ってるんだなってっていう、ただ認めてあげるだけです。自分の心の声を。そういう望みがあるんだな。それはもしかして自分の才能かもしれないって。その才能を生かしてあげるにはじゃあどうしたらいいんだろう。じゃあもっと書こうとか、じゃあ本当に何を書きたいのかなってちょっと向き合ってあげようとか、脳の自動検索機能に入れて、じゃあ他の人に何を伝えたいのかな私はとか、そういう感じで自分の才能をどん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 掘り出していくっていう感じです。そうやってやるとモヤモヤすることって本当に自分が心の底からエネルギーが出るからこそモヤモヤするんですね。だから言うたらもう一日中でもモヤモヤしてられるみたいなそのぐらい才能があるからこそそこに対してのエネルギーが出てくるからもっとできるはずとか、自分の中での宇宙さんが見せてくれてる未来がもっとレベルが上というか、こういうふうにやっていきたいっていう未来が見えてるからこそ今の自分とのギャップにモヤモヤしたりするわけなので、それはそこに行きたいんだなっていうただ認めてあげて、じゃあ今何行動しようかなって。で行動しようとした時になんかモヤモヤした、じゃあ何を問題と思っちゃってんのって、それって本当に問題っていう感じで一つずつモヤモヤ探検して、宝を見つけてってやってるとどん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 表現することも楽しくなると思うし、表現することでたくさん周りの人からの愛もいっぱい受け取れると思うので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい。ね、私ももう才能に関してはね、もうほんと死ぬまで研究やなと思ってます。自分にとっての才能って何なんやろうって。それはすごく興味があるので、ずっと探していきたいなと思ってるし、こうやって自分にとっての才能は何やろうって向き合ってるからこそ他の人の才能がどんどん見えてくるので、コーチングしてる時にそれって才能なんじゃないですかとかって言えるんですよね。だから自分がモヤモヤ探検して宝を見つければ見つけるほど他の人の宝もどんどん見えてくるので、ぜひもう自分だけのモヤモヤと思わずにこのモヤモヤを探検して、宝を見つけるとまた他の人にもシェアできるんやって思ったらもっともっと楽しみが増えると思うので、ぜひもやもや探検を楽しんでください。はい、では今日はこれで終わります。ありがとうございました。ルンでした。